はいどうも。晴れ予報で雨を降らせる男、KZY です。こんにちは。今日はですね、リスナーさんの方に動画のネタを先日募集させていただいたんですけれども、その中の一つで、ベトナムで働く際の現地就職、海外赴任について KZY さんの考えを教えてください。ということでね、こちらのネタをベースに今回の動画を撮影していきたいと思います。はい。では本題に入る前にちょっとだけ僕の自己紹介をさせていただきますと、僕は今ベトナムの中部に位置するダナンという町に住んでいます。26歳の時にベトナムに移住して今3年目になるといった感じです。では本題に入りたいと思います。海外移住でエンジニアとしてベトナムを選ぶことについて僕は賛成です。その理由について順番にお話ししていきたいと思います。前提として僕は今までベトナムの中ではダナンにしか住んだことはありませんし、ダナンでしか働いたことがありませんので、若干情報がダナン寄りになるかもしれませんが、そこはご承知おきいただければと思います。ではまずその1、治安が良いです。ベトナムは東南アジア諸外国の中でも比較的治安が安定しており、日本と同じように外に夜出歩くのも問題がないので、日本との生活のギャップが少ないかなと思います。また、他の東南アジア諸外国と比較しても、ベトナムは犯罪件数が比較的少ない方なので、長く生活するなら安全な方が気疲れが少なくて良いのかなと思います。では続いてその2、物価が安いです。ダナンの場合だと日本と比べて約2分の1から3分の1程度のため、日本にいる時よりも間違いなく生活水準は上がると思います。ただし、ホーチミンやハノイなど他の都市だと物価は割と日本とそれほど変わらなかったりします。結構一つの国の中でここまで物価が違うのは珍しいのではないでしょうか。では次、その3、対応が早いです。今回のコロナの対応でもそうなんですけれども、ベトナムは意思決定からの行動が尋常じゃなく早いです。普段の自由な感じとは裏腹に、いざ規制が始まると非常に厳しく取り締まりをするようになります。ルールの徹底が厳しい分、短い間我慢すればまた平和な街に戻ることを実績として見せられている分、国民からのベトナム政府の対応の評価は非常に高いです。では次、その4、資格試験を受けられるです。例えばAWS、Amazon Web サービスの資格試験だったり、MOS、Microsoft Official Specialist の試験を受けるために、クアリフィケーションセンターがホーチミンにもダナンにもあります。なので、例えば何か資格を取りたいなって思ったら、わざわざ日本に帰って受験しなくても、ベトナム国内で受験ができるというわけですね。ただし、試験を受ける時の言語は英語しかありませんので、そこは注意が必要ですね。はい。では続いてその5です。ノマドワークができるカフェが多いです。ダナンってカフェの数が日本と比べてそもそも非常に多いです。当然、どのカフェも Wi-Fi を完備しており、またコンセントも自由に使うことができるので、長時間滞在してノマドワークをする方はとても多いです。エンジニアにとって静か、バッテリー充電ができる、Wi-Fi があるの3つの条件が揃っているのはかなりありがたいと思います。では続いてその6、今後 IT の街として発展する可能性が高いです。ベトナムはオフショア産業でも有名な通り、 IT 技術者を数多く輩出しようと国レベルで IT 教育が盛んに進められています。またダナン市はダナン IT パークという各国の IT 企業を集めた街を作ろうという計画があるくらい IT 産業に対して積極的です。また今後もさらにベトナムの IT 事業が発展していくことが予想されます。こちらについてはね、私のブログの方でもこのダナン IT パークについて記事を書いているので、概要欄にそのリンクを貼っておきますので、もしご興味があればそちらもお読みいただければと思います。またそれに従い、日本の顧客とベトナムの IT 技術者の間を取り持つブリッジエンジニアという働き方も今後日本人向けの雇用として増えていくのではないかなと思います。はい、じゃあ今回のお話をまとめると、エンジニアとしてベトナムで現地採用で働くということは将来的に見ても全然ありだと思いますし、今後長く暮らしていく上でも何不自由ない国、また今後も成長が見込める国だと言えると思います。はい。では今回の動画の内容は以上で終わりとなります。今回の動画がね、ためになったなとか面白いなと思った方はね、ぜひチャンネル登録と高評価の方よろしくお願いいたします。
僕の運営するブログ、KZY テック、日本脱出の教科書というブログでも、海外転職についてとか、あとはダナンでの生活について、あとはプログラミングについて、記事を書いているので、そちらもぜひよければ、ご覧いただければと思います。はい、します。それではまた、次回の動画でお会いしましょう。Have a nice day, guys.